んにちは、もずくです。少し間が空いてしまったんですけど、やっと満足のいくエリアが作れたので、今回は前回作った町エリアの続きに住宅街を作っていきます。まずは作る場所まで移動します。先に地形だけ作ってしまっているんですけど、今回作る場所はこの辺りです。それではどうぞ。まず今回の地形を軽く説明すると、崖を3段目まで使って、さらに坂と橋、円形でも映えるという盛りだくさんな内容で住宅街を作っていきます。崖の幅などは画面に書いてある通りになっております。で、奥に見える2段目にはお家を建てたいので、広さはお家が建てられる広さになっていて、さらに手前の2段目から見た時に奥に見える景色が割とはっきりめに映ってほしかったので、手前から奥までの距離は7マス分になっています。では、地形の形はもう決まっているので、早速坂を設置していきます。今回、町エリアに続く住宅街になっているので、今回のエリアもお城シリーズを使って町にしていきます。ずっとコペマート島ではグレーのリメイクを使ってたんですけど、ちょっとイメージを変えたくてダークグレーにしてみました。で、1段目の壁の下にはタイルを敷いておきます。で、今置いた壁と2段目にある横のエリアの壁の間が空いているので、ここの間を埋めるためにタイルを敷いて壁を置いていきます。で、横から見た時の壁ってめちゃくちゃ不自然なので、これをカバーするためにお城の塔を置いてなじませます。1段目は壁と門を使ってみたんですけど、正面から見えない門の置き方を一度やってみたくて、ちょっとやってみました。なんかそのまま建物の中に入れそうなワクワク感というか、こういうのめちゃくちゃ好きです。次は1段目の手前側にもタイルを敷いていくんですけど、手前側って崖で見えづらいので、その分奥よりは多めにタイルを敷いていきます。で、さらに街っぽくするために1段目の手前側にも壁を置きたいんですけど、お城シリーズだと背が高すぎるし、同じもので全部を囲ってしまうと重たい印象になりそうだなと思ったので、代わりに西部の街並みを使って手前側を埋めていきます。次は砂浜との境目を作っていきます。砂浜から入れる門っぽくしたいので、壁と塔、堀を使って入り口を作ります。砂浜から見るとこんな感じです。次はナターシャとペチカのお家を移設する場所を決めていきます。ポイントは壁と合わせた外観とお家の横に木を植えるスペースがあることです。次は階段と壁の間をなじませていきます。無理やり隠すというよりかは、トピアリーや低木などの植物でなじませるという感じで配置していくと、街エリアでも違和感なく使えると思います。全体はこんな感じです。次は木を植えていくんですけど、カメラを開くポイントを決めた上で、そこからどこに木があってほしいかを意識しながら木を植えていくと、
バランスよく植えることができます。例えば、ここから見た時だと、この辺りに木があってほしいので植えていきます。全体はこんな感じです。次は3段目から順に作っていきます。手前の2段目から見た時にうっすらぼやけるくらいの場所になるんですけど、なるべくはっきり見せたいので、壁とガゼボなどの大きめの家具を使っていきます。さらに左右のスペースには海を見渡せる場所を作っていきます。で、今作ってる崖の端にあって小さいスペースとかってすごく写真映えするわけではないんですけど、だけど歩いてみるとなんかいいってなるさりげないエリアを作るのが地味に好きだったりします。こういう場所をエリアのつなぎ目とかエリアの端っこに作ると全体がリアルな作りになるんじゃないかなとかも思ったりしてます。そのまま左側にも同じものを作っていきます。では次は2段目を作っていきます。まずは階段と階段の間に獣道を敷いて、お家の隣には手前側の2段目からも見える家具を置きます。さらにお家の前には斜めアングルから見た時にも映えるように石畳の前デザインを敷いておきます。で、階段周りにもう少し密度があってもいいなと思ったので、サンクスギビングベーススタンドとキャンドルを加えます。次は1段目を作っていきます。何も敷かず成長した雑草を生やすだけでもいいかなと思ったんですけど、他の場所で成長した雑草を140本使ってしまっているので、ここは獣道の前デザインを敷いておきます。次は空いているところに低木とシンプルだけど存在感のある家具を置いていきます。上から見るとこんな感じになりました。次は砂浜との境目をなじませていきます。で、2段目の崖がむき出しになっているところは西部の街並みを置いてなじませます。次は手前側の2段目を作っていきます。まず階段の直線上に滝を作って、1段目にはもう使われていないヨットを置いておきます。さらにそのまま川を広げて橋を架けます。次は半マスで置ける柵を置きたいので、柵の代わりにウッドパーテーションを置いて、手前にはウッドパーテーションと色を合わせた道を敷いていきます。さらに道の手前にもウッドパーテーションを置いて、その後ろには植物パーテーションを置きます。
道沿いには木と低木、見渡すときに邪魔にならない街灯とベンチ、さらにポストに見立てたスチールのゴミ箱を置いておきます。次は皮の手前をなじませていきます。一マス中途半端に空いているところにはトピアリーを置いて、獣道とスチールフェンスを組み合わせます。さらに次に作るエリアとつなげやすいようにウッドパーテーションの前には木を植えておきます。次はウッドデッキをなじませるための獣道と、まだ敷いていなかった場所に道を敷いて坂を設置します。最後にアクセントにマンホールを置いて、これで住宅街は完成です。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。実写チャンネルの登録もよろしくお願いします。